平凡な女性から抜け出す。こういう言い方好きじゃない人もいると思います。平凡であることは全然悪いことじゃないです。でも、一つだけ言わせてください。私なんて普通の人間だから、特別な才能もないし、こんなもんでしょ。こういう言葉を自分の可能性を諦める言い訳にしているなら、本当はやりたいことがあるのに、平凡だからっていう理由で最初から挑戦しないのは、それだけは、本当にもったいないと思うんです。ハロー、今日も可愛く賢く生きる嬉野です。2026年第一発目ということで、皆さん2026年今年もよろしくお願いします。最近髪の毛を赤くしまして、ちょっと今年はエネルギッシュな年にしたいなっていうことで、新しいことにもチャレンジするし、皆さんとどんどん成長していきたいし、私のエネルギーをみんなに伝わるといいなって感じで、今年1年はちょっと髪の毛を赤くしていこうかなって感じです。はい。ということで、今日は平凡な女性から抜け出す5つの協力ルールについてお話しします。これから話すことは、特別なことじゃありません。ただ、知ってるか知らないかで人生変わります。では、早速紹介していきたいと思います。まず1つ目は、なりたくない未来を明確にすること。普通未来のことを考えるときっていいことばっかり想像しますよね。成功したキャリア、お金の心配のない生活、ビジョンボードとかも素晴らしいんですけど、それだけじゃ足りないんです。大事なのは絶対になりたくない未来もはっきりさせること。これをアンチビジョンって呼んでます。なんでこれが大事かっていうと、実は心理学的にも根拠があって、ノーベル賞を取った心理学者たちの研究で、人間っていいことを手に入れたいっていう気持ちより嫌なことを避けたいっていう気持ちの方が2倍以上強いことが分かってます。つまり人間ってこれが欲しいっていうよりこれだけは嫌だっていう方が強く動けるってことです。ちなみに私のアンチビジョンは、誰かにお金で依存する生活は絶対嫌。もう海外の国に遊びに行くチャンスがあったのに行かなくて後悔するのは嫌だ。こういったアンチビジョンがあるから毎日よし頑張ろうって実は思えてるんですよね。朝起きて未来だけは絶対嫌だと思うと、自然と体が動く感じです。他にもスタイルがいいモデルさんを待ち受けにする人っているじゃないですか。でそれを否定するつもりは全然ないんだけど、でも私はおデブの時の私を待ち受けにする方が頑張れるのよ。学生の時稼ぐのに必死だった時は今の通帳の残高を待ち受けにしてました。で最悪の状態を見るともう絶対にここに戻りたくないって思って本気で動けるんですよね。皆さんもぜひこのなりたくない未来っていうのを想像してみてください。なりたい未来よりもなりたくない未来を意識して成功する人たちもいます。例えば DNA 創業者の難波さんは、父親が女性に教育は必要ないって感じる家庭で育ったそうなんですね。母親が家で家事に追われる姿を毎日見て、彼女は、こんな母のような未来には絶対になりたくないっていうふうに心の底から思ったらしくて、自分を貫いて大学に行って自立してマッキンゼーで活躍した後に自ら DNA を創業して巨大企業に成長させました。もちろん成功の要因はこれだけではないですけれども、まず皆さんも今週からできること、こんな人生だけは、こんな未来だけは絶対嫌だっていうのを3つ書き出してみてください。紙に書くかスマホのメモでもいいんですけど、今すぐそれをやってみてください。で、書き終わったらそれを毎朝読む習慣をつけてみてください。もう絶対に変わります。騙されたと思ってやってみてください。嫌な未来がはっきりすると、本当に欲しい未来への道筋もクリアに見えます。そしてルール2つ目は、社会のルールや世間の常識を疑うことです。何も考えずに普通はこうでしょって従っている部分を一つ見つけて、逆をやったらどうなるっていう風に考えてみてください。例えば世間では朝活がいいって言われてるけど、あなたは夜型の方が集中できるかもしれないし、貯金が大事って言われてるけど、今は自分に投資する時期かもしれない。 SNS やらなきゃって言われてるけど、あなたにリアルな人脈の方が合ってるかもしれない。一つでもいいので疑ってみてください。私の今言ってる言葉も疑ってください。そこからあなただけの道が見えてきます。例えば普通は一つの安定した仕事を続けるべきって言われるじゃないですか。大企業に入って定年まで働くのが幸せって。私はね、特にずっと両親からそういう風に言われて育ってきたんですよ。でそれが常識だと思ってました。で私はずっと小中高と女子校だったんですけど、なんでこんな学校の厳しいルールに縛られないといけないのっていう息苦しさを感じて、大企業に入って定年まで働くのって本当に幸せなのかなっていうのを、高校生ぐらいの時に疑い出したんですよね。でそれで私は両親がもちろん反対する中、17歳の時に高校を中退して、
でその後大学に入ったりもしたんですけど、19歳の時に、起業しました。でも私は、挑戦するなら早ければ早いほどいいって思ったし、もしたとえ起業がうまくいかなかったとして、倒産しても若くしてそんな経験をしてる子っていないんだから、最悪失敗してもこの経験は絶対武器になる。いくらでも転職できるでしょっていう謎の自信があったんですよね。で当時ってすごく大学の教授にも猛反対されるし、私は最初撮影会ビジネスとかインフルエンサーキャスティングの仕事で最初やったんですけど、両親とか親戚は本当噂して、人身売買をあいつは始めたってまで言われたんですよ。でも私はね、そんな人たちをもう見返してやろうって、ムカつくよマジって、そういった負けん気で、ここまでやってきました。これはちょっとアンチビジョンにも似てますけど、こんな感じでね、常識を疑うということ、皆さんもぜひやってみてください。常識を疑うことで成功した人を紹介すると、K-POP の女性グループママムのファサ、皆さん知ってますか？彼女はK-POP アイドルの常識を覆したと言われる一人なんですよね。K-POP 界ってやっぱり肌は白くて痩せてて、小顔で可愛くないと人気アイドルになれないよねみたいな、そういう常識があったんですよね。でもファサはその基準に従うのじゃなくて、テレビの審査の時にあんたは太っててブサイクって言われた時も、今の美の基準に合わないならもう私が正しい基準になるって言い返して、ヘルシーな体型、小麦色の肌を堂々と見せて、自分らしいファッションやパフォーマンスを貫きました。彼女の I Love My Body という曲あるんですけど、そこでは体も心も全て含めて自分自身を愛するというふうに歌ってます。人と違ってもいい、自分を愛して表現することが本当の魅力なんだよっていう新しい価値を彼女は提示しました。今では彼女のおかげで多様性こそ美しいっていう価値観がK-POP 界に広がってて、キスオブライフのナッティとかキャッツアイとかダヨンとか、型にはまらないスタイルの人気のアイドルがすごく増えてますね。そしてルール3つ目は、目の前にある手札を最大限に使うことです。人生って本当に不公平です。顔、学歴、人脈、みんな違う。よくね、親ガチャなんて言われてますけど、もうスタートラインがね違いますよね。でも成功する人っていうのは、不公平だって文句言う人じゃなくて、じゃあ私が持ってる手札でどう勝つのって考える人なんです。トランプみたいな感じです。カード渡されて、そのカードでどうやってババ抜きで勝とうかみたいな。だからあなたが持ってる手札を全部使いましょう。どんなカードでも使い方次第で最強の武器になります。私はさっき19歳で起業したって言ったんですけど、どうやって起業したかっていうと、当時ね、私の親友がミスコンで優勝したんですよ。日本一可愛い女子大生みたいな感じで、それで有名女子大生の人脈がたくさんできたんですよね。それで最初は彼女たちと仲良くしてたりしてたんですけど、これ何かに使えないかなってふと思ったんですね。でそれでどっかのパーティーで会った知り合いの広告代理店の人が、今度コスメのイベントやるから招待できる女子大生を何人か探しててみたいな言ってて、この人脈って自分の強みなのかな、ビジネスになるんじゃないって思ったんですよ。でそれで最初に私はそのポートレート撮影会の事業を始めて、カメラマンが可愛く撮れるみたいなね。でそれからモデル、インフルエンサーキャスティングの事業っていう風にビジネスを展開していきました。でよく学生だけどビジネスできますかって聞かれることもあるんですけど、その質問ってね、実はすっごくナンセンス。あなたの当たり前、あなたが一番の欠点だと思っていることでさえ、見方を変えれば最強の武器になるってことはあるんです。だからお金も時間もコネもないっていうなる前に、今自分が持っているものは何なのって考えることが大事なんです。もう親とか親戚とか友達とかも手札の一つですよね。ここで一つ、これは有名な話ですが、ハリー・ポッターの作家の J.K. ローリングさんはもともと失業中のシングルマザーですごい貧しい生活を送ってたんですよね。でそんな彼女の手札はペンと紙だけでした。で暖房もない小さなアパートで赤ちゃんを抱えながらカフェに行ってコーヒー一杯で何時間も粘って書いてたのが、後に世界で累計5億部以上売り上げ大ベストセラーとなるハリー・ポッターなんですよね。で原稿は何度も出版社に断られたんだけど、もう諦めないで12社断られて13社目に送ったところで出版が実現したんですよね。でまさに限られた状況の中でも持てる手札を最大限に使って成功を手にしたドリーム事例だと思います。そしてルール4つ目は、数字を意識して結果にこだわるということです。これもかなり大事。皆さん今貯金いくらありますか？
今月いくら稼ぎましたか？コメント欄に書いてくださいっていうのは嘘で、多くの人が忙しいと成果を上げるっていうのを混同しがちなんですね。今日も一日頑張ったと思っても実際何も進んでなかったみたいな経験はないですか？めっちゃ頑張ったのに数字で見たらゼロ。例えばね、ダメなパターン、10時間頑張って働いてメール全部返して会議も全部出たけど、結局売上がゼロ、契約がゼロ。いいパターンは今日は新しいお客さん1件獲得するって決めて頑張って実際に1件取った。これは数字で見える結果です。他にも例えばジムに週3回1時間ずつ行ってて、でも体重も体脂肪率も変わってないで、3ヶ月続けても数字が変わってないなら、そのやり方は間違ってるってことだし、いいパターンは3ヶ月で体脂肪率 5% を下げるというふうに決めて毎週測定して、数字が下がってなかったら改善するっていう、頑張った分だけ価値があるっていう思い込みをなくすことが大事です。頑張ることと結果を出すことは別です。世の中はあなたがどれだけ頑張ったかじゃなくて、何を達成したかで評価します。厳しいけどこれが現実です。お金の話ってね、日本では汚いと思われがちですけど、実際は違いますね。お金があればいろんな悩みを解決できる、もう選択肢が広がります。だから収入がいくら、貯金がいくら、この数字をもし言えないなら今すぐ把握してください。数字を見ないで人生を変えるのは無理です。何をやったかじゃなくて、何を達成したか、何の成果を得たか、ここに集中してください。そしてルール5つ目は戦略的に見た目をコントロールすることです。最後のルール、これも超重要です。見た目はあなたの名刺です。SNS でもリアルでも会う前から印象は決まってます。そしてその印象があなたの信頼、仕事、チャンス、全てを左右します。だからこそなんとなくで見た目を決めてはいけないんですよね。戦略的に意図的に自分をデザインする必要があります。そしてここで大事なのが一貫性です。一貫性って何かっていうと、この人はこういう人だよねって毎回同じイメージで認識されることです。髪型とか服、メイク、色、雰囲気、言葉遣い、全部バラバラだと人は迷ってしまいますが、逆に一貫性があると見た瞬間にこの人っぽいとかこの人だっていう風に認識されるようになります。私の場合は、可愛く賢くっていうのがコンセプトですけど、だから女性らしさをやっぱり出すために髪を巻くことが多かったりとか、ピンクのカラーを使うことが多いです。見た人が嬉野ちゃんだみたいな感じですぐに分かってもらえるように、女性らしいファッションとか人と被らないドレスも着たりとか、でも下品にならないように柔らかい雰囲気も大事にしつつ、メイクもピンク系を選んだりみたいな感じです。もうね、全部戦略です。なんとなくじゃないです。自分らしさって生まれ持ったものじゃなくて作るものです。なのであなたも今日からぜひ自分の見た目を戦略的にデザインしてみてください。戦略的にセルフプロデュースして成功した人の例として、田中みな実さんは超有名ですよね。アナウンサー時代はあざといとか苦手って言われることも多かったけど、フリーに転身したらそのイメージを否定しないで戦略的に美意識とか努力を掛け合わせた発信に切り替えて、そしたら写真集はもう60万部超え、紹介するコスメとかスキンケアは即完売だし、彼女が言うなら買いたいみたいな美容オタク、美容に詳しい存在っていうのが定着しました。で、見せ方を変えただけで評価っていうのは180度変わったんですよね。田中みな実さんのビフォーアフターは素晴らしい成功例の一つだと思います。ということで皆さんが今週からできること、私はどんな人として見られたいか、例えば知的でエレガントな人に見られたいのか、可愛くて元気な人に見られたいのか、何でもいいんですけど、もし決まったらそれに合わせて雰囲気や服装全部統一してください。例えば知的でエレガントなら髪型はきちんとまとめるとか、ストレートにしたりとか、服装もシンプルで上品な感じ、白とかベージュとかで、メイクもナチュラルで品がある、話し方も落ち着いたトーンとか、言葉遣いは丁寧にしたり、なりたい自分、どんな人として見られたいかを逆算したら、それを3ヶ月間続けてみてください。見た目を変えるだけで周りの反応が変わります。周りの反応が変わるとチャンスの数が変わって、チャンスのが増えると人生が変わります。でも本当に大事なのはその先です。見た目は入り口に過ぎません。見た目だけ整えても中身が伴わないと信頼されません。私は会社じゃなくて個人に生きるっていうのに振り切って SNS で3年間最初頑張ったんですけど、めちゃくちゃ迷子になりました。フォロワー増えるけど、あなたって何の人みたいな、答えられない、欲しい印象が積み上がらない、そんな苦しい時代がありました。
でそこでそんな私がどうやって変化してきたのか、見た目の戦略的な部分から上辺のテクニックじゃなくて選ばれ続ける人の土台について1月に私が主催するシークレットセミナーでお話しします。このセミナーでは自分をブランド化する方法、頑張らなくても選ばれる、売れ続ける、そんな仕組みを公開します。参加費は無料です。そして参加者限定の特典も用意してます。1月の詳しい日時の詳細や予約は概要欄のリンクから見てください。本気で向き合いたい方、2026年変わりたい方、お待ちしてます。2026年も可愛く賢く一緒に成長していきましょう。はい、ということで、この動画がいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。またねー。